こんにちは。今日は多くの男性が見落としがちな二人きりでのデートが持つ本当の意味についてお話しします。あなたは女性を食事に誘ってやった、OK してくれたと単純に喜んでいませんか？実はその裏側にはあなたが想像している以上の複雑な女性心理が隠れているんです。この動画を最後まで見れば女性があなたとの二人きりの時間に対して抱いている本音がわかるようになりますよ。まず最初に知っておいてほしいのは、これは絶対的な事実です。女性はちょっと苦手だなと感じる相手とは、どんなに暇でも、どんなにお腹が空いていても、絶対に二人きりの時間を過ごそうとは思いません。つまり、もし女性があなたの二人で会おうという誘いに OK してくれたなら、それは少なくとも、この人とは時間を共有してもいいかな、と思われているということ。これだけでも実はすごいことなんです。それってそんなに特別なことなの？と思うかもしれませんね。でも女性にとって誰と二人きりで過ごすかという選択は思っている以上に慎重に行われているんです。安心感と信頼の判断。女性が二人きりの誘いを考えるとき、実はまず考えるのはこの人と一緒にいて安心できるかなということ。これは年齢に関係なく女性の本能的な部分なんです。大人の男性だからといって自動的に信頼されるわけじゃないんですよ。あなたがレストランで店員さんにどう接するか、車の運転の仕方、支払いの際の振る舞いなど、長年の習慣になっている何気ない行動から、この人は思いやりがある人かな、この人となら楽しく過ごせるかな、と見られています。若い頃より自分らしさが出ている今だからこそ、自然体の振る舞いが女性の目にはしっかり映っているんです。例えば、レストランでのオーダーの仕方一つとっても、若い女性は細かく観察しています。お願いします。ありがとうといった基本的な言葉遣いはもちろん、注文の際に店員さんの目を見て話すか、スマホをいじりながら注文するかといった細かな点まで、また、待ち合わせの時間には少し早めに到着しているか、約束の時間ギリギリか遅刻かも、あなたの人となりを示す重要なサインだと思っています。時間を大切にしてくれる人は私のことも大切にしてくれるかもという無意識の判断基準があるんです。さらに意外と見られているのが困っている人や弱い立場の人への接し方。例えば道に迷っている観光客への対応やお年寄りが重い荷物を持っている時の反応など、そういった場面でのあなたの自然な振る舞いがこの人は本当に思いやりのある人なんだという信頼感につながります。ここで大切なのは、かっこつけようとしたり、若作りしたりすることではありません。むしろ、長年の経験から培われた自然な振る舞い、揺るがない価値観、そして何より自分らしさ。それこそが若い女性が年上の男性に求める安心感の源なんです。ここで視聴者の皆さんに質問です。二人きりで会った時、女性から何を見られていると思いますか？コメント欄で教えてくださいね。皆さんの体験も聞かせてください。期待と緊張。さて、次に女性の心の中で起きていることといえば、もしかして何か特別なことが起きるかもというドキドキ感と少しの緊張感です。若い女性はあなたのような経験豊かな男性から二人で会いませんかと誘われると、単なる食事以上の意味を感じ取ります。この人は私のことを女性として見てくれているのかなという期待と同時に、年上の男性との二人きり、うまく会話できるかな、どんな風に接すればいいんだろうという緊張も感じているんです。だからこそ、当日は服装や髪型など、いつもより少し念入りに準備して臨むことが多いんですよ。実は若い女性にとって、年上の男性との時間はいつもと違う自分を演じられる特別な機会でもあるんです。同世代の男性と一緒にいる時とは違う、少し大人の女性としての自分を試してみたい気持ちがあるんですね。だから、普段よりも少し落ち着いた服装を選んだり、話し方にも気を配ったりするんです。この緊張感は、実はポジティブなものなんですよ。例えば、この人は私の話をどう思うかな、こんな話題は大人の男性にとって幼稚に聞こえるかな、と少し身構えながらも、その緊張感自体が特別な体験として楽しんでいる部分もあるんです。若い女性が日常では味わえない大人の世界への小さな冒険のような感覚なんですね。この特別感こそが
若い女性があなたとの時間に期待する大きな要素の一つ。同世代の男性とのデートでは感じられない新鮮で刺激的な体験を求めているんです。若い女性があなたに魅力を感じるのは、同世代の男性にはない大人の余裕や人生経験から培われた深い会話、そして安定感なんです。彼女たちは新鮮な視点や経験に触れる楽しさを期待しています。派手さやテンションの高さよりも、あなたの落ち着いた雰囲気や余裕が、実は彼女たちの心をつかむ大きな武器になるんですよ。ここで知っておくと良いのは、あなたが思っている以上に、若い女性はあなたの反応を気にしているということ。私の話、つまらないと思われてないかな。もっと大人っぽく振る舞うべきかな、と内心では考えていることが多いんです。だから、彼女の話に対して、それ、面白いね。そういう考え方、新鮮だな、と素直に反応してあげることで、彼女の緊張はどんどん解けていくものなんです。深く知りたい気持ち。ここまでのお話で、へえ、そんな風に思われているんだ、と驚いた方もいるかもしれませんね。実は女性の心理はもっと深いところにまで及びます。若い女性があなたのような経験豊かな男性との二人きりの時間に特に期待しているのは、長年の経験から培われたあなたの価値観や考え方を知れるチャンスということ。同世代の男性との会話では得られない深みのある話を聞きたいと思っているんです。これは単なる好奇心ではなく、若い女性の成長欲求にも関わる部分。自分がまだ知らない世界や考え方を知りたい。人生の先輩から学びたいという気持ちが、年上の男性との会話に特別な価値を見出させるんです。だからこそ、彼女の質問には丁寧に答えてあげることが大切。例えば、そういう考え方はどうやって身についたんですか？そんな経験をしてどう感じたんですか？といった質問には、あなたの人生哲学や経験から得た知恵を包み隠さず話してみてください。若い女性は、そこにあなたという人間の本質を見出そうとしているんです。だからこそ、二人きりの時間は彼女にとって、この人はどんな人生を歩んできたんだろうという探求の時間でもあるんです。これまでの人生で経験した苦労話や成功体験、転機となった出来事など、あなただけの物語を共有することで、彼女との距離はぐっと縮まります。若い頃はこんな失敗をしてね、と少し自己開示をしたり、長い人生経験から学んだけど、と人生の気づきを伝えたりすると、若い女性はこの人、私に貴重な経験を話してくれてるんだと感じて、あなたへの信頼感が高まるんです。ただし、ここで注意したいのが説教と共有の違い。若い人はこうすべきだ。お前たちの世代はこれが足りない。といった上から目線の話し方ではなく、私はこう考えるようになった。私の経験ではこうだったという自分の体験に基づいた話し方がポイントです。これが人生の先輩と説教臭いおじさんの決定的な違いになります。ここで大切なポイントをお伝えします。二人きりの時間では共有体験の質が重要なんです。単なる会話だけでなく、一緒に何かを体験することで感情的な結びつきが強まります。例えば、同じ料理をこれ、美味しいね、と一緒に楽しんだり、街の景色を見ながら、あの建物、素敵だねと感想を共有したりすること。こういった同じ瞬間に同じ感情を持つ体験が、無意識のうちに私たちは波長が合うという感覚を生み出すんです。心理学では、情動的共有体験と呼ばれるこの現象は、実は人間関係の親密度を高めるとっても効果的な方法なんですよ。あなたの経験を生かして、この場所は夕日が綺麗なんだ。このお店のコーヒーは特別なんだよ、など、彼女にとって新しい発見や感動を提供できると、あなたという存在と一緒にその思い出も彼女の心に刻まれるんです。だから会話の内容だけにこだわらず、ちょっとした感動や発見を共有できるような場所選びも大切ですよ。女性として見てほしい。さらに若い女性が密かに期待しているのが、一人の女性として見てほしいという気持ち。あなたの長年の経験から培われた大人の目で、彼女の魅力に気づいてほしいと思っているんです。若い男性って、どうしても表面的な部分にしか目がいかないものですよね。でもあなたなら、その髪型、知的な雰囲気が出ていて素敵だね。話す時の表情がとても生き生きしていて魅力的だな、といった
ちょっと深いところまで見える褒め方ができるはず。ここで重要なのは褒め方のタイミングと具体性です。例えば彼女が何か話をしている時に見せる表情や仕草、意見を述べる時の情熱など、その瞬間に感じた印象を今の表情、すごく素敵だったよと具体的に伝えると、より自然で説得力のある褒め言葉になります。また、若い女性は自分の外見だけでなく、内面的な部分にも自信が持てずにいることが多いんです。特に、年上の男性と話す時には、私の話、幼稚に聞こえていないかな、つまらないと思われていないかな、という不安を抱きがちです。だからこそ、あなたが彼女の話や考え方に対して真剣に耳を傾け、そういう視点、新鮮だな、その発想は思いつかなかったよ、と正直に感じたことを伝えると、彼女は自分の内面も認めてもらえたと大きな喜びを感じるんです。実は若い女性、可愛い、綺麗なんて当たり前の褒め言葉よりも、そういう考え方、面白いね、あなたの感じ方って独特だね、みたいな内面を認めてもらえる言葉の方がぐっと心に響くんです。あなたの経験から来る人を見る目が若い女性との距離を縮める大きな武器になりますよ。ただし気をつけたいのが褒めすぎや演技的な褒め方です。経験豊かな女性なら心からの褒め言葉と社交辞令の違いを見抜く目を持っています。自分が本当に素敵だと感じたところを素直な言葉で伝えることが大切です。無理に褒めようとするとかえって不自然に感じられてしまいますからね。また女性として見てほしいという気持ちは必ずしも恋愛感情だけを求めているわけではないことも理解しておきましょう。一人の人間として尊重されつつも女性としての魅力も認められたいというより複雑な感情なんです。だからこそ目の前の女性を一人の人間として尊重しながらも女性としての魅力にも気づいていることを自然な形で伝えられると、あなたの存在は彼女にとって特別なものになっていくんです。未来の想像。そして若い女性が経験豊かな男性との時間を過ごす中で意外と多いのが、この人といるとどんな未来が待っているだろうと想像を膨らませること。あなたという大人の男性と楽しい時間を共有していると、この人ともっと一緒にいたら自分も成長できるかもと考えてしまうんです。これは単なる恋愛感情だけではなく、自分の人生をより豊かにしてくれる可能性への期待でもあるんです。若い女性が無意識のうちにこの人と一緒にいるとどんな自分になれるだろうと想像することは実はとても自然なこと。例えばあなたが美術に詳しければこの人と美術館に行ったら今までと違う視点で絵を見られるかもと思ったり、料理が得意ならこの人と一緒に料理を楽しめたら素敵だなと想像したり、あなたの持つ知識や経験が彼女の未来の可能性を広げるきっかけになると感じるんです。これは若い女性にとって同世代の男性との関係とは少し異なる期待感、デートを重ねる、恋人になるといった単純なステップではなく、この人からいろいろなことを学べそう、この人といると自分の世界が広がりそうというより豊かな未来への期待が生まれるんです。興味深いのは若い女性があなたとの未来を想像するとき、必ずしも結婚や長期的な関係だけを考えているわけではないということ。むしろ今この瞬間から始まる成長の物語として関係性そのものに価値を見出していることも多いんです。例えばこの人と一緒に旅行できたら素敵だな、この人に自分の好きな場所を紹介したいななど、具体的な体験の共有を想像していることが多いんです。このように明確なゴールよりも一緒に過ごす時間の質に焦点を当てた未来像を描いているんですね。あなたの豊富な経験や知識、そして人生の余裕が若い女性にとっては大きな魅力。だからこそあなたとの二人きりの時間は彼女にとって単なるデートを超えた特別な意味を持つものになるんです。ここで一つのポイントを覚えておいてください。若い女性の未来への想像を現実にするためには、あなた自身もこの人といると新しい発見がある、この人と過ごす時間は特別だと感じられるような関係づくりが大切です。つまりあなたが彼女から学ぶ姿勢や彼女の世界に興味を持つ態度を示すことで、より対等で豊かな関係が築けるんです。その期待に応えられるよう自然体で接しながらも、
あなただけの魅力を存分に発揮してみてください。そして何より、彼女の中にある可能性や魅力にも気づき、それを引き出せる存在になることが、経験豊かな男性の最大の武器になるんですよ。まとめ。今日のお話はいかがでしたか？これまでの人生経験があるからこそ、若い女性との二人きりの時間がどれほど特別な意味を持つのか、新たな発見があったのではないでしょうか。大切なのは、若い女性があなたとの二人きりの誘いに応じるとき、そこには同世代の男性とは違う、あなただけの魅力への期待が込められているということ。あなたの大人の余裕や経験、落ち着いた雰囲気に惹かれている可能性が高いんです。その期待に気づいて、自分らしさを大切に接することが、彼女の心をつかむ秘訣なんですよ。もしあなたが気になる若い女性を二人きりのデートに誘って、彼女が OK してくれたなら、それはあなたの魅力がすでに伝わっているということ。その第一印象を生かして、次のステップに進むチャンスが訪れているんです。最後に一番大事なポイントをお伝えします。若い女性にとって、特別な時間を二人だけで共有したいという気持ちは、とても純粋で美しいものです。美味しいものを一緒に食べたり、綺麗な景色を一緒に見たり、くだらない話で笑い合ったり、そんな何気ないけれど、かけがえのない時間を大切な人と二人だけで過ごせることが、若い女性にとっては何よりも幸せな瞬間なんです。その気持ちを理解して、若さではなく経験から来る誠実さや思いやりを持って接することができれば、きっと彼女の心に残る素敵な時間を作ることができますよ。あなたの長年培ってきた余裕ある振る舞いこそが、彼女にとって特別な価値を持つんです。今回の話が少しでもあなたの次のデートに役立てば嬉しいです。よし、あの子を誘ってみようという勇気が湧いてきたなら、ぜひ自信を持って行動してみてください。あなたの魅力は、思っている以上に若い女性の心を引きつけているはずですから、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。次回も大人の男性のための恋愛心理についてお話ししますので、お楽しみに。それではまた。